はい、皆さんこんにちは。ヤンビーザチャンネルです。そろそろオートバイをいじる陽気になってきましたから BSSR いじっていきたいなっていうふうには思ってるんですけど、同時にようやくレザージャケットをこだわりいっぱいに大っぴらに羽織れるタイミングになってきました。で、今回はレザージャケットライダースを購入するにあたって一番、重要な大事なサイズ感についてお伝えしたいなっていうふうに思っています。で、今回の動画なんですけど、参考に着用するライダースをまず紹介しておきます。はい、ルイスレザースーパーモンザタイトフィットホースハイドの38インチ、ライニングはブラックナイロン、ルイスレザースーパースポーツマンレギュラーフィットの、ホースハイド、36インチ、ライニングはこちらもブラックナイロン、ジェームス・ブロスのカンさん、ホースハイド38インチ、ライニングはサテンですね。で、サイズは調整してます。型を詰めているのと、袖幅を調整してます。これはまた後で紹介します。はい、角谷ケーズファクトリーの TSWRGS セミダブルライダースのブラックス、ゴートスキン、M サイズです。ライニングはポリエステル 100% の割と薄手なやつですね。で、肝心の私のサイズなんですけど、身長は173センチ、体重が63キロになるんですが、それだけではよくわからないと思うんで、詳細なアウターのサイズはこちらになります。で、仕事でビジネススーツ着ることもすごく多いんですけど、私はデュファレンスっていうパターンオーダーのブランドでスーツを作ってもらっています。バイクのカスタムについて唯一無二のバイクに乗りたい、そんな欲望を叶えていたい、叶えてあげたいっていうお話をよくしてるんですけど、スーツについても同じイメージを持っていて、つるしの既製服をそのまま買って着るのと、生地から選んでシルエットとかディティールとかを自分の好みのもので、他に手の入らない一着を作る、どっちが自己表現できるかっていうと、後者の方がめちゃ満足度が高いです。ちなみにこのディファレンスっていうブランドはめちゃスタイルがよく見えるスーツを仕立ててくれます。高見えするんですけど、リーズナブルに仕立てることもできて高くはないです。もちろんゼニアとかロロビアーナとか、高級生地、インポート生地で作るとめっちゃいいものも作れます。で、他にもオーダースーツのブランドいくつかあって、他は中高年向けのダサいスタイルだったり、お値段を抑えようとすると生地が全然選べなかったりするんですよね。で、ディファレンスは、スタイリッシュなパターンとバランスのいい価格、生地もいろいろ選択肢があってっていうのがあって、根底にあるこだわりみたいなものは一緒なのかなっていうふうに思っていて、自分だけのものをやっぱり作りたいっていうところで言うと、もうハマっちゃうかもしれないですね。満足度めちゃめちゃ高いです。本当に超おすすめ。カスタムが好きな人はぜひ一度ディファレンスに行ってみてください。ライダースのサイズについて今日のテーマですね、お伝えしていければと思います。で、サイズ36がいいか38がいいか40がいいか、アウターとしてのジャケットの大きさについては結構いろいろネットでも動画上がってると思うんですけど、そんなん正直背丈体格によって違うから何とも言えんよねって僕は思ってるんですね。で、所詮ファッションアイテムとして見た目のサイズ感の話だけしてますよねとも正直思ってまして、そのビタビタに着たかったらワンサイズ下げる、余裕持ってきたかったらワンサイズ上げる、ちょっとオーバーサイズできたかったら2サイズぐらい上げるかみたいなざっくりした考え方で良くないですか？それってライダースのことではなくて、アウタージャケットのサイズ合わせ全般について言えることなので、ここではあんまりそこの話はしたくないなと思っています。で、このヤンビザチャンネルはオートバイ乗りライダーを対象とした YouTube チャンネルと思ってますから、ファッションアイテムとしてだけでなく、バイクギア装備としての見方でもお話ししたいんですよね。で、単純にサイズが合っているどうのこうのといっても、装備として見るかファッションとして見るかではかなり前提にギャップがあります。1個前の動画でも言いましたが、ライディング中、降りてからのアフターライディングで、普段の服装としてのタウンユース、この3つのシチュエーションの中でどういう実用性と着心地が必要なのか、スタイリングをどこまで追い込んでどう妥協するか、比較的高い買い物ですから当然後悔したくない、自意識自己満足をどう満たすか、これはもうすごく悩ましい問題です。
でここからはとっとと着てみましょう。まずルイスの38、スーパーモンザタイトフィットです。これは、フォースハイドでパッドのスポンジ抜き、裏地はナイロンで、店頭にあるものはだいたいシープスキンでパッドにスポンジが入っていて、キルトのライニングも中綿が入っているので全体的に、丸くてこんもりした、テイストが強くなります。これは、ソリッドな、角が立った感じ、パッドの処理を切りっぱなしにするともっと素朴な演出になるかと思うんですけど、体の線に合わせる着方だと、シープが無難でルイスの特徴的な、構築感のあるスタイルを着こなしたいなら、フォースが合ってるんじゃないかなっていうふうに思います。また別の動画で解説できればなんですけど、ルイス・レザーの、ライダースの特徴というか、イギリスのクラシックなメンズスーツのスタイルとして、しっかり肩パッドで肩幅を作ってウエストを絞る、砂時計みたいな逆三角形と三角形が組み合わさったスタイル、これが、いわゆる特徴の一つになります。日本では、バブル時代にソフトスーツで肩パッドバッコンって入った吉川晃司みたいな人が着てるようなスーツスタイルの反動もあって、今は割とイタリアのナポリスタイルのラウンドショルダーが一般的なスーツのスタイルとかになっているんですけど、ルイスは、オフィシャルサイトの宣材写真とかもそうなんですけど、スクエアショルダーで角張った、ブリシッシュスタイルに特徴があります。でこの特徴が自分の好みと合わないなって思った人はルイス買っちゃダメなんだと思います。後で来ますけど、ジェームス・グロース、こっちはショルダーの仕立てが比較的、非構築な感じで体に合わせる感じなので、今の日本の主流ナポリスタイルっぽくなっているかなと思います。後でレギュラーフィットの、スーパースポーツマンと比較するんですけど、肩から身幅にかけてはタイトなんですけど、裾の部分でしっかり幅を取るっていうのが、タイトフィットの特徴だと思っています。なのでアウターのラインうまく出てくれればいいんですけど、ここからウエストが細くなって、すぼめられてここで広がるっていう感じですねの、スタイルになるはずです。で横から見ると、肩周り背中周りがすっきりしていて、裾幅が広い分、A 型のシルエット、普通の男性向けのアウターっていう感じ、これがタイトフィットのシルエットになります。同じルイス・レザースーパースポーツマンのホースハイドなんですが、さっきは、スーパーモンザは38のタイトフィットでしたが、これは36のレギュラーフィットになります。レギュラーフィットは肩幅も身幅も大きく取るサイティングなので、実際に店頭して試着して肩幅と合わせてワンサイズ、これは下げてオーダーしています。で、正面から見ると分かることとして、明らかに袖幅にゆとりがあります。で身幅も太いです。でその一方でウエストの、裾幅が明らかにタイトで、着丈が短いですね。いわゆる逆台形、ライダースとしてはクラシックなシルエットになります。アクションプリーツこそ入っていないものの、形はアメジャンっぽいイメージ。横から見るとこのレギュラーフィットのシルエットの特徴がすごくよくわかる。タイトフィットだと A 型のシルエットだったものが、レギュラーフィットだと O 型、肩で合わせてウエストを絞るので身幅にかなりゆとりが出るっていう、正直街中でこれを見るといかにもおっさんライダー的な見え方になってしまいます。でこれは、バイク装備としては仕方がないというかすごく正しくて、ロンジャンだと、タンクを抱えて乗る
アクションプリーツいらないとかディティールの違いをそういうふうに説明したりしますけど、実際、クリップオンハンドルで体丸めてバイクに乗ると後ろ身頃にゆとりがないと突っ張るんですよね。で、ウエストが締まっていないと伏せた時に背中側が開いてしまってインナーチラチラ見せながら走ることになってしまうわけです。街で着る前提のタイトフィットはバイクに乗ってる時にはウエスト周りがすごくだらしなくなってしまうので、バイクに乗ってる時に全然いけてないんですよ。で、特にルイスレザーはダブルジップじゃないんで、タイトフィットみたいにちょっと着丈が長いと、全部それが上半身にシワになって寄せてくるんですね。首の方に当たってくるみたいな。ダブルジップじゃないからここを開いて逃がすってことができないっていうのが弱点でもあります。まずここまでまとめると、ルイスレザーのタイトフィットは、街中でアウターとして着る用のシルエットパターンで作られています。残念ながらレギュラーフィットはそのまま着るとおっさん臭く見えてしまいがちです。逆にバイクに乗るときに着用したいなら、バイクに乗っているときはレギュラーフィットの方が姿勢にぴったり合うのでジャストサイズに見えてかっこいいです。じゃあバイクに乗ってるときはいいとして、降りた途端に、ダサいシルエットになってしまうのを我慢しないといけないのかっていう切実な問題なんですけど、バイク降りたらこうフロントジップ全開に開けてください。で、ウエスト開放すると後ろ身頃のシワが下に全部逃げるんで、割とすっきりした、着こなしシルエットになります。バイクに乗ってる時、ライディング中と、バイク降りてからアフターライディングは、1着で両立させないといけません。降りた時は開けてあげることによってちょっと、ダサいなんかこう丸っこい部分を、解消することができると思います。次に、ジェームス・グロースです。ビタッと着たくて詰めてます。具体的にどこ詰めてるかっていうと、肩幅と、あと袖幅です。ルイスに比べて、ベジタンのアリニン仕上げなので、皮が柔らかくて若干詰めてもしんどくないのが、ジェームス・グロース。今の販売のブリニッジさんだとサイズの変更が多分効かないと思います。で、ロフトマン、梅田のロフトマンで、作ってるんですけど、ロフトマンだと、サイズの変更が効くかもしれませんっていう感じですね。オーダーができると思います。今はこういう、ブラウンのジップも多分今はオーダーできない。これちょっと昔作ったやつです。ビタッとしたライダースを作るコツとしては、肩幅と、袖幅を、細くするとちっちゃく見えます。ウエストをタイトにしてしまうと、さっきのスーパースポーツマンと一緒なんですけど、見た目がちょっともっさりした感じになってシルエットが、綺麗に決まらない感じになります。で、身幅を細くしてしまうと下手したら息ができなくなってしんどいのであまりおすすめはしません。で、肩に関して言うと若干窮屈にしても、肩が凝るぐらいで肩すぼめて我慢できるんで、本当にビタビタに着たいんやったら肩を 1,2 センチ、短く詰めるというか肩を合わせるっていうことと、袖幅ですね。袖幅細いと、マッチョな感じがなくなって、すごいちょっとパンキッシュなというか細身の印象がすごく出るので、ここは細くしてあげるといい感じになります。で、さっきルイスの時にも言ったんですけど、ルイスレザーは割とここがスクエアショルダーで、しっかり構築感のある逆三角形のいわゆるクラシックな、メンズスーツの、スタイル、ブリティッシュスタイルを、演出してくれますし、ジェームス・グロースも、英国製イギリスのブランドなんですけど、割と見ていただけたら分かる通りなんですが、
ナポリ仕立てというか、ここが非構築感のある、今の日本人の好みにすごく合うジャケットかなっていうふうに思っています。だから100年ぐらい前の昔のパターンを掘り起こして、作ってるっていう話なんですけど、実際すごく、モードな感じがします。なんかこの辺とかもすごく細いんですよね。こう上げた時にがあって、ルイスはすごく昔ながらの本当にパターン、とはいえタイトフィットにリニューアルしているので今風なアップデートされてるんですけど、に比べると、ジェームス・グロースはもう圧倒的に、モードな感じで、作られているのが特徴かなっていうふうに思っています。これは言うてもライダースなので、後ろ身ごろは前身ごろに比べると余裕はあるんですけど、ここまで詰めるとちょっとオートバイには乗るものではないかなっていう感じです。で、はい、カズヤのセミダブルです。ゴートレザーいいですね。そもそもすごく柔らかいので、ジャストサイズで、着てもう全然苦しくないっていうのがすごくいいところ、動きやすいですねっていうのが一番いいところかなと思います。カズヤはどっちかっていうと、前身頃に比べて後ろ身頃にしっかり余裕を持たせているんですけど、ルイス・レザーと違って背中に余裕を持たせるというよりは肩周りに余裕を持たせている感じです。で、ここの、革のカットの部分なんかでもそうなんですけど、いわゆるアームホールのところですねに、プリーツじゃないんですけどちょっと余裕を持たせてくれているので、上に上げてもしんどくないというか、すごく自由度の高い作りになってます。でこれはもう角谷さん自体が、多分公式サイトのコラムかなんかに書いてるんですけど、アメジャンでもないロンジャンでもない日本らしいパターンにとっているっていうのをおっしゃっていただいている通りなんですけど、割と、肩周りしっかりとって袖丈を長く取るっていうところをデザインとしては採用してます。はい、私もねすごくライダースビッタビタに着たいなっていうふうな思ってた時もあるんですけど、実際サイズ、細く見せたりとかもしてたんですけど、今はあんまり、極端に細くというかビチッと着るのってもう50過ぎてますからあんまりしない、疲れるっていうのもあるし、なんか今のトレンドとは明らかに違うなっていうふうに思っているので、どっちかっていうとちょっと適正値あるいは余裕のあるサイジングみたいなもので、オーダーすることが多いです。もうこれ好みの問題なんでね、なんかこう宗教戦争になっちゃうから、なんかそれがいい悪いとかどうだっていうものではないんですけど、で、ライダースに関して言うと、僕たち、バイク乗りはもちろんそうなんですけど、もう一つ、バンドマンの皆様、ミュージシャンの人たちもカルチャーとして、よく着るかなっていうふうに思っています。どっちかっていうとやっぱりビタビタに着たいっていうのはバンドの人たちの方が、印象としては強いかなっていうふうには思うんですよね。友人のギタリストがいるんですけど、めちゃめちゃ細いというか、夜10時以降一緒に飲んでても夜10時過ぎたらもう何も頼まないし、水以外飲まないんですよ。でそれぐらいやっぱりなんか体型維持に注意を払っているというか努力をしているからこそ、なんかビタビタのやつが合うのかなっていうふうには思っていて、私はそこまでの努力家ではないので、あんまり無理のしない着こなしを楽しんでいるっていう感じです。はい、今回は、ちょっと手持ちのライダースを、ネタにしていろいろと着回してみましたというところなんですが、いかがでしたでしょうか。で次回はちょっと悩んでいて、ルイス・レザーとジェームス・グロースどっちもすごくいいブランドだなと思ってるんですけど、明らかにもう方向性両極端なんですよね。なので、悩んでる人がいればちょっとそれについてしっかりとディティールの部分だったりとかお伝えできればなっていうふうに思っているんですが、
なんかその一方で、もうバイクいじらないといけないですし、バイクいじりたいなっていうふうにも思っているので、構造変更の準備もしたいなっていうふうには思っているので、どっちをどうしようかなっていうところですね。一旦書類作り始めて、さあどうしようみたいなところもあるんですが、どっちかでなんか動画撮れればいいなと思ってます。はい。今回も長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。